ね、ほら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 、はい、はい、そうですね、はい、完全にもう重心崩れますね。はい、あれ、はい、どんどん刷り込まれていくと、はい、もっとなんていうんですかね、大きな効果が、そうですね、可能性は十分あるなっていうのは。じゃあこれ逆があるんですよ。はい、そしたら切れますから、自分でやってみてください。せーの。ほら、めっちゃ簡単に切れた。そうです。切れたでしょ。じゃあ今度は声取りましょうか。はい。声が出ない。息はできますよ。僕遠いとこいますよ。はい。ぐーってやると引っ張られるんですね。はい。起きてる状態と寝てる状態の間の中間の感覚に似てると思うんですよね。なるほど。不思議な感じだと思うんですよ。変な感じです。そうすると、じゃあちょっとまた不思議な、これを混ぜるんですね。これ混ぜるとここですね。この感じですね。なんか僕手触ってるの分かるじゃないですか。話してもなんか触ってる感じ分かります？なんかもわっとしてる。もわっとしてる。もわっとしてるんですね。このもわっとしてるのに引きつけられる感じが出てくるんです。もわーっとね。ぐーっともわーっとなんかね、そうやって引っ張られてる感じ分かります？はい。こうね、今度こっちに移しますよ。触ってますね。はい。もわーっと引っ張りますね。ぐーっとなんか引っ張られてる感じあります？ぐーっとね、ほら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 、はい、そうですね、はい、完全にもう重心崩れますね。はい。あれ、はい。はい。はあ。さっきと同じ感じなんですね。そうですね。今のでもう崩れてる感じわかります？なんか途中からなんかあれっていう順番あれってなっていく感じですかね。そうです。少しずつ崩れていってるのがわかりますよね。ということはどういうことかというと、まあしっかり僕のこの AMC の理論から言ったら、ちゃんと相手を誘導できてれば、今みたいにもっと大きいことが起こることは十分ある。引っ張ることだってあるし、倒れることだってある。ではこの今イメージ力がしっかりとついてる状態で僕に対して、この状態で試合をやるってなったらどう思います？今の精神状態のっていうか、この状態で相手に対して。嫌っすね。なんかちょっと良くない感じ分かります？なんかもう後手に回ってるというか、多分はい。いや、なんかさっきまでこういろいろされちゃってるからっていう嫌な感じはありますね。そうですよね。でもちろん多分小池先生とかだとこれを切って試合に臨むんですよ。絶対に。そうですね。この状態で試合に臨まないと思うんです。そうですね。自分のメンタル状態としてね、絶対ならないんだけど、この状態で試合とか試合というか演舞に臨んでたとしましょう。そしたらどうでしょうかと。投げられないものでも投げられるっていう感覚分かります？分かる気がしてきた。なるほど。でも別に嘘もついてないじゃないですか。そうですね、確かに。嘘はつかないで、投げる人も嘘もついてないんですよ。でも普段投げられないものでも投げられちゃう現象が起こるというのは実感としてなんか、そうですね。っていうか言われたらそうなるっていうのを体験しちゃうと、なんか徐々にそうなっちゃっていくのかなっていう感じですかね。でね、これあと今はずっと基本的には僕言葉で誘導してるじゃないですか。でもでもあんなふうに喋れないじゃないかと。でここも石になっちゃうんですけど、今度はやるんですよ。ということを考えるとある程度誘導もかけられるということなんですよ。そうなんですよ。で例えばじゃあさっき実はやってたんですよ。ここも P なんですけど、声を取った時あったじゃないですか。あの時これをいろいろね手とか身振りでやるんです。そうするとあとはもうどんどんさっきのこれのですねグーってやる。であとは歩かせながらとかこれをこうイメージをつけていくんです。で僕はこの原理で再現はできるんですけど、アプローチの仕方として僕が思ってるのは別の力が作用してますっていうふうに信じてる場合、なんか世の中のある大きなパワーがあるんです。私はそれをコントロールできる。それによってこう動きますよとか、じゃあまずは僕とその
波長が合うかどうかをやりましょうから入って、どんどん深めていくんです、感度を深めていってやると投げるとか動くとかっていうのがかかるので、相手も重心が崩れて投げられるとか、そういうこともあるんじゃないかなと。そうすると武術の観点も入ってきますよね。相手が、向かってきましたのところからのあまり力を使わずも軽くポンと投げたりする、あれがそうだとは言いませんよこれね、じゃないんですけど、そこまで触ってないんだけども、例えばじゃあゆっくり僕に襲いかかってきました、そこから僕がこうかかってる状態ですよ。そうするとこの動きがあるわけです、もうこの動きで誘導かけられるので、両方なんでしょうね、何十%ずつかわからないけど、その要素が入ると倒れる人がいても不思議じゃないんじゃないかなと。どうですか？いや僕もそれは専門家じゃないんであれなんですけど、もちろん確かに正直やられてて、さっきみたいにこうなるっていうのが積み重なっていって、実際それで投げられてどんどん刷り込まれていくと、可能性は十分あるなっていうのは、そうなんですよ、でですね、これ逆があるんですよ、逆があります。じゃあ一回やりましょうか、この前出して、また固めましょうか。もう固まる感覚分かりますよ、ガチガチに固まってきます、もう固まってきてるの分かりますよね。ガンガンガチガチに固まってきますね、もうどんどん固まってきてますね。硬いですね、硬くなっちゃうからね。左は楽ですよね。でここに、そしたら切れますから、自分でやってみてください。せーの。ほら、めっちゃ簡単に切れた。そうです切れたでしょ。なんかすっげえふわって簡単に。そうです、切れるんですよ。切ることができるものなんですよ。今はもう教えたんで、切ることができるって覚えたんでいつでも切れます。なるほど。ただその切り方を教わってないと多分ずっとそのまま、ずーっとこうなる。こう今のここって入れちゃっていいんですか？切り方を教えないでほしい。ですよね。わかりました。今すごい簡単にふわって動く。そうなんですよ。だから入る人は入るし、でも入らない人は入らない、でそれを入らないって決めてる人は絶対入らないんですよ、でも逆に言うと入る人でも切ることもできるものなんですよ。なるほど。そう正直キラさんが切れますよパンよりも簡単になんか力が抜けて切れます。そうなんです。あの時は音で反応させて切ったりとかしてるんでよりも自分の脳内のスイッチでポッてやるだけなんで簡単なんですよ。なんかびっくりするぐらい簡単にふわって動いて、そうなんですよあれっていう。そうです。だからそうなんです。小池先生は絶対できると思ったんですけど、そういうものなんですよね。なのでこれがどういうちょっと説明としてつながってるかはちょっと何とも僕もあれなんですけど、ちゃんとイメージというか刷り込みとか、僕は今分かりやすくイメージしてください、と言って、体験してもらってますけど、それをもっと暗に分からないように時間を積み重ねてかけていくと、もう本人が意識しないんですよね。そしてまたパターンとして僕があるのは、こっち側もその無自覚にそれをやってるパターンがあるんですよ。そうするとそこに誰も嘘ついてないんです、少なくとも嘘をついてるつもりはない、現象が起こると。思い当たる節の動画が多分15年20年ぐらい前に一時期 YouTube で話題になった、これ多分あんまり名前とか出さない方がいいのかなと思うんですけど、ありましたね。あると思うんですよね。もちろん先ほども言ってる通り、これで全てが説明できるとは思ってないし、そういうつもりもないです。僕がその手のことを少しでも再現しようと思った時には、こういう方法で再現を少しでも体験してもらって、そういうこともあるが嘘もついてないこともある、でもそれをじゃあやった時に実践で、実践の想定はちょっとどんな想定かは置いときますが、実践でそれができるのかってなったら、できることもあるかもしれないです、でもできないことがあっても不思議ではない。なんなら競技みたいに面と向かって構えて始めの状態は多分ほぼ無理です。無理だと思います。少なくとも僕のやり方では無理です、なぜならばその準備段階もないですし、その誘導もかけられないし、少なくとも僕のやつだと無理です絶対に、
で考えるとまあこれじゃねえかなって僕は思うんですけどそうですね、なんか本人もかけられてるのも本気でかかると思ってて、本気でかけられちゃってると思ってるパターンは、はい、昔本当に、はい、YouTube で話題になったのがあったんで、実際にじゃあ試合に出て本気でやれてると思ってる人はボコボコにされるっていうねはい、ありましたんで、なんか、ああそっか、そういう状況になるんだなっていうのがちょっと、ですよね、はい、体験できました。そうなんですよある程度なっちゃうんですよね、人って不思議なもんで、だって別にやらせてね、声出なくなったとか、こうちょっと傾いたとか手離れなくなったじゃないじゃないですか。確かに全然違うんですよ。でも人間ってそうなるんですよ、でも今切れたじゃないですか。そうなんですよね、パンと切れる、で試合の時にこいつに負けようと思ってないじゃないですか、試合とかだと絶対に。いやでもあれなんですよね、試合の時って、もう構えて始める時に相手の選手が、あ、勝とうと思ってないなっていうのは、構えて始める瞬間に分かったりはするんで、ああいうのはどうなんですかね。多分僕とかもある程度試合で認知が得てからでもあるんですけど、もう構えて始めって言った瞬間に、あ、この選手勝とうとは思ってないなみたいな選手をやる時とかは、そのなんか油断してるって言われるかもしれないですけど、なんか構えて始めって言った瞬間に、あ、この選手勝つ気ないから、これ勝てるなっていうふうに思ったりはする時あって、あれポーカーとかでも似たようなことがあります。僕趣味でポーカーやってるんですけど、ありますすごい有名なポーカープレイヤーとかいたりすると、うわー強い人やんみたいな、この人強い人やんって言って、もうそれだけでいろいろ普段やれるプレーとかができなくなって飲まれちゃって負ける、もうメンタルゲームなんで、そういう部分じゃ。でそれで僕のポーカーを教えてくれたプロの木原さんという方がいらっしゃるんですけど、が言ってたのが、いや相手がどんな有名プレイヤーとかでも大事なのは相手のことを適切に舐めることですって。ああ、なるほどちょっと分かる気がします。これもあれなんですけど、なんかよくオーラが見えるっていうことは言うんじゃないですか。でなんか自分とかは感覚的にオーラって見ようと思えば見れるし、見ようと思わなければ消せるものっていう感覚があって、その相手の前情報を持ってて、強い人はすごい人だって思って、その思いのまま見るとオーラがあるように見えるし、逆にいや別に相手だって普通の人間だし、っていう意識でそもそもそういうふうには見えないって思い込んで構えると、同じ普通のサイズに見えたりするんで、そうなんですよね。そんな感じのことですかね。その相手を適切に舐めるっていう言葉で言うとしたら、もうまさにそうだと思いますね。相手がすごいすごいと思っちゃうと大きく見えて、それがオーラに見えているみたいな。で実際オーラが、これもちょっと難しいところだけど、例えば幽霊とかでも、僕は幽霊というものがいるかどうかわからないですよね。でも見えたっていう人は見てるんですよ、絶対見たって言ってるんだから、だって見えてるんですよ。でもそこにその幽霊というものが存在したかどうかは分かんないですよね。なるほど、それと同じようなもんだと思うんですよね。あれがそうじゃないって言われたらそうじゃないかもしれないしとか、なんかそれに近いものかなとは思ってるんですよね。なんかそんな感じはあります。それが本当にメンタルに影響するので、勝負の世界にも大きく影響するのは間違いないし、本当それは大事だなと思ってます。僕もマジックを見せる上で、いろんな方に見せるじゃないですか、有名な人とか、そこで、僕の場合は勝ち負けじゃないけど、でも主導権を握る必要って結局そうですよね、あるので、その時にはやっぱり相手がものすごいね、例えば僕だったらダウンタウンの松本さんとか好きだし、でもそこで松本さんや飲まれちゃうと自分の実力は全然できないし、でもその上ではマジックに関しては素人なので、こっちの方がもう完全にプロなので、そこはもうコントロールすることを意識してもうやってますんで、そこはやっぱ大事なことかなとは思ってますね。でも確かにそのマジックの感覚は格闘技の一緒っちゃ一緒かもしれないですね。かもしれないですね。多分相手の選手に関してすごいって思ってどうしようってなっちゃったら多分実力は発揮できないんで、
適切に舐める、言葉だけ聞くとちょっとあれですけど、大切ですね。そうですね。まあ言い方変えるとね、この前の WBC とかで大谷選手が言ってたように、今回は憧れを捨てましょうっていうやつになるんでしょうけどね。確かにリスペクトしすぎは良くないっていうね。確かにそれは間違いないですね。っていうのはあるかなとは思ってますね。そっか。逆にリスペクトさせちゃえば。そうなんですよ。そうなんです。余裕で勝てちゃう。ものすごく楽に運べますよね。それはもう本当に大事な点で、僕の AMC とかでもそれは完全にそう大事な点ですね。はい、まさに。だから勝負の前に勝負始まってるみたいな感じですね。はい。だいぶ話が脱線しちゃいましたが、でもこれ P の部分は出せないですけど、僕は納得できたんで。視聴者の方にどこまで納得してもらえるかなんですけど、藤原先生もそうだったんですよ。藤原先生もだいぶなんかそうだなとかって納得できる部分はだってある程度これでね、説明ある程度ついちゃうんですとは僕は思っちゃうんですよね。いやでも分かんない部分はあるんで、そんな言い方もやっぱ良くないなとは思ってるんですけど。ありがとうございます。いいえ、とんでもないです。これは僕の編集の腕にかかってる部分どこまで見せれる範囲でうまく伝わるか頑張りますですね。でもまあなんとなく分かっていただける部分はあるんじゃないかなとは思うんですけどね。ありがとうございます。いいえ、とんでもないです。ありがとうございます。まあ多分興味があるところだと、ミスディレクション、スリの技術、ピックポケットって言われてる、それが一個ちょっと楽しいかなと思って、携帯に挿したので、これで今完全にパスポート、あります？パスポートもうないんじゃないですか？俺今日も YouTube を最後まで見ていただきありがとうございます。キラさんのチャンネルの方ではですね、僕をちょっとボコボコにしてみたいっていうご希望がありまして、僕は流しの技術を使うとどんな感じになるのかっていうのを体験したいって言われてましたので、ちょっとキラさんにちょっと一方的にボコボコにしてもらってみようかなと思いますんでよかったらぜひそちらの、キラさんのチャンネルの方も、ご覧ください。ちなみにキラさんあれですよね、なんかそれこそさっきのアクティブメンタルコントロールとか、販売動画とかやってるよかったらちょっとなんかいいんですか？ぜひぜひなんかいろんな種類があると思うんで、じゃあ宣伝させていただきます。あとですね、今日僕がお話したような AMC アクティブメンタルコントロールとかですね、その他腕時計を気づかれないうちに取ってしまうようなですね、ウォッチスティールとか、そういったいろんな超絶技巧講座というのをオンラインで学んでいただけるものがあります。それは概要欄の方からですね、リンク貼っていただきますんで、よかったらぜひご覧ください。よろしくお願いします。じゃあします。日頃僕のチャンネルは誰でもすぐに再現可能な技術解説を見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜18時に、公開しています。また、現在、高血への質問をし放題となるオンラインサロン、空手家コースのオンライン教室も、特典満載で大好評いただいてますので、ご興味がある方はそちらも、動画概要欄の方をご覧ください。これからも空手家コースの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。今回お届けするのは、避けられない攻撃を出すための間合い操作術です。僕の空手の技術の1億音に合う本当に超大切な技術で、概念自体はものすごい単純なもので、知ってしまえば正直そんなことなんですけど、僕にとっての秘伝と言ってもいいレベルの技術なので、要点などについて、絶対に